ルン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 。ああ。ほんと、退屈しないわね。このゲーム。そう。ついてね。一体何なんだ、あいつは。お待ちなさいな。ああ。ジャッジメントです。いててて、いた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 、いた通報にあったゾンビというのは、あなたですわね。そう。こちらシナリオーム、ゾンビの一人を確保。これで、他の野蛮今度もどこですの？その無事の突き当たりの左へ。グレードル付きを早めに左です。了解ですの。ジャッジメントですの。通報を受けてまいりました。どうぞおとなしくおなまに。これって、ああ、読む。お姉様。まったく、何度申し上げたら分かっていただけますの？ナルスゲンの治安維持は私たちジャッジメントのお仕事ですのよ。勝手に立ち守られては困りますわ。聞いていますの？お姉様。だからしょうがないでしょ。あんたたちが来る前に終わっちゃうんだから。経験の浅いサバイバーが暴れると、ゾンビに殴られますわよ。だったらもっと早く駆けつけることね。だいたいゾンビサバイバルなんて名前負けなのよ。建物中にゾンビ張り巡らせても、近寄らなければ出てこないし。将来実装予定だなんだとだっても。おね、実装実装先送りされたら関係ないじゃん。お姉様ったら、またスカートにしたそんな薄いなお召し物を。どこ見てんのよ。この本が動きやすくて軽率なコルドルは、おすすしに遊ばせ？あらいけない。急ぎませんと。ああ、そっか。今日は実況解説の日だっけ。今回の動画では前回から修正された内容を中心に解説していきますの。インストール方法や前回説明した項目に関しては概要欄に記載されているゾンビハンターアリスの動画を参照してくださいな。今回のモッドレディガーでは SDRX を使うことにより XML の編集ではできない変更がされましたの。その変更を説明した後、お姉様にグメしていただきますの。もうしょうがないわね。最新版のモッドレディガーはこんな感じになってますの。下にある SDRX の部分が今回すり重ねた項目ですの。SDRX にチェックをつけると奥で囲まれている項目が有効になりますの。SDRX を有効にすると一部プログラムを動きするので、モッドが入っている場合は無効にして利用することもできますの。そっか、プログラムを書き換えてる他のモッドが入ってると上書きしておかしくなっちゃうからね。ただスターベーションモッドはインストールボルボルでスターベーションを選択すると SDRX を有効にしても動作するようになっていますの。よくできてるじゃない。SDRX を有効にしてその他の変更をチェックすると野良やお散歩モードのゾンビのゲームステージが上がるほど強くなりますの。野良のゾンビのゲームステージの計算は毎回するとパソコンの負荷が高くなるのでチャンクステージアップデートで再計算の感覚を設定できるようにしてますの。ゲームステージが上がると建物に近づかなくても強いゾンビが出てくるのね。フィールドワークのゲームステージが上がるとどんどん辛くなりますの。さらにマシンのエリアの野良ゾンビはマシンの規模によって犬やケリカルなど強力なゾンビが廃止されますの。昔にマシン近寄ることもできないわね。
タブルシップサイズの設定でイナカマシとハルテリサメルマシンの大きさをヘルコルできるので、当たりを大きくすればイナカマシがセリセリサメる確率が上がって、そこまでスニョリゾルリの出ないマシンになりますの。ゲームステージをセリゾルにするに設定するとグネリアーレベルがゲームステージに影響しなくなりますの。レベルを上げなくてもどんどんゾンビが強くなるのね。ゲームオーバーをケルコルサリテリにするとシールでケルコル氏がサリテリ氏が守るとゲームオーバーになりますの。ケルコル氏のサリテリが高いとゲームオーバーになりやすいので、ケルコル氏のサリテを20にヘルスナットでも上がらないように設定していますの。ゲームオーバーがないと死んでもいいやってなっちゃうからね。7日目の報道を逃げるとペナルティでケルコル氏が下がるようにしましたの。ゲーム開始からブルードムールペナルティ0というバグがついていますの。このバグは放置していると7日ごとに石に去ると悪化していきますの。0はペナルティはありませんが、石になると7日間で10によるケルコル氏が下がりますの。2になると28、3になると56とペナルティは倍になっていきますの。このバグはシールでも切れず0に戻すには7日目のボードでもスゾルリを倒して出現するロブ速に埋めるしかありませんの。7日目のボードを右でやり過ごしてばかりいるとペナルティが積み重なっていくのね。ゾルリのアクシル君設定で暗闇でもターゲットを認識できるようにしましたの。さらに夜にシヤとアクシル君を設定できるようにしたので、夜の闇の中でもターゲットを認識しますの。ゾンビが夜の暗闇でターゲットを認識できないということがなくなるのね。ノブシ大級セリの設定によってヒリオのマカメがノブシから2回収穫するとヒリオがマカメでナビトシにダブルグレードされるようにしましたの。そして力度を下げるをシックするとヒリオのナビの足には触れられなくなるので、農業をするにもすでにヒリオを作る必要がありますの。海で育ったら種にしてで量産できなくなるのね。クラブとケリケルシがリキジカルの設定で90秒で5回までしかケリケルシが入らないようにしましたの。一つ目のクラブとから90秒の間にクラブとすると 20% ずつ選べるケリケルシが下がっていきますの。そしてリルベルト B がいっぱいの状態でクラブとするとケリケルシが入らないようにしたので、クラブとキャルセルでケリケルシが入らなくなりましたの。クラフトケリのスキル上げるの大変そうだね。クラブとジカルが長いアイテムにはほとんどデリ強がないですし、虫ギゴルでも上がるのでそんなにダイヘルではありませんの。コアがセリセリされてからニグルでシールロックに変わるようにしましたの。急いでアイテム回収して解体しないと積み上がって邪魔になるわね。追加ルールの説明は大体このくらいになりますの。それではリニョリニョお姉様にグネリしていただきますの。言われなくても、こっちはずっとこの時を待ってたんだから。設定は、ルードミスボールタイムオフィスレリルル、ブルードムールカルルとオサル12がおすすめですの。じゃあ、行きますか。まずはクエストをこなしてトレーダーを目指さないとね。近くにセスギルがあるみたい。水と食料には困らなそうね。まだお姉様は、このモッドの砂漠とセスゲルは敵がとっても強いるですのよ。軽率なホルドルはおすすスキルはとりあえずセクシャルティラノサウルスだけ取っとけばいいか。お姉様。今、これってもブラクショーかも、などとお考えではありませんでした。そんなことを。この際、このモッドの初期の振る舞い方を説明させていただきますわ。ヒドス、ザ・ケベルで初期の水不足を補う。ちょっと、何よその一本的な言い方は。ラガンツ、トレーダーレンカルマレンスタンドしてるルキルでルッシーを集める。そのぐらい知ってるわよ。今ルッシーを集めてるでしょ。スカートの下にタルタルを履かない。それは関係ないでしょうが。ワイヤーフェンス22、ユッカ27、矢も30本あるし、石と木も100個、これだけあればもういいでしょう。それじゃあ、いよいよトレーダーに向かうわよ。敵が出るまでしゃがみながらスタミナをオルゾして行動してくださいな。ついに出てきたわね。お姉
姉様、トレーダームスクまでセルトルを引かれてくださいな。わかってるって。トレーダー発見。しかも2個あるっぽい。とりあえず1軒目のトレーダー到着、2軒目見に行こうっと。ポージとかワークベンチが使えるといいな。ワークベンチ壊れてる。セメントミキサーは動いてるけど。モッドでこぼれている花粉数が高くなっていますの。とりあえず、トレーダーの本棚でも漁るかしら。なんかお客さん来ちゃったみたい。アイテムを売って自販機でコーヒーを買いたんだね。Don't let the door hit you on your way out. 店で暴れないでよね。お客さん、どんどん来るわね。ポージは生きてるかな。壊れてたけど、アイロンマックスのレシピが入ってた。こぼれたポージにはアイロルケリンスールのレシピなどがよく入っていますの。ケミストリーステーションも壊れてるわね。一通りされたし、最初のトレーダーに戻りますが。今度は壊れてない設備があるといいな。ケミストリーステーションが動いてるじゃない。これはついているわね。しかもポージも動いているわ。ワークベンチも動いてる。これは快適なサバイバルができそうね。とりあえずここに鉄道を置いて拠点にするわね。You're not bringing counterfeit money in here, are you? だいぶお金が貯まったわね。これでコーヒーが買えるわね。コーヒードリールはゾンビに追いかけられて逃げる時などに使えるので常備しておくと良いですの。ベッドを置いて明かりを灯して拠点完成。同時ヒートンシックを外すとタリムスなどの赤身でヒート値が上がらないので安心ですの。夜になるまで資材でも集めてるくらいしかやれることないわね。そろそろ暗くなってきたし拠点に戻るかな。屋根も作って上オンスミスでもあげるかな。クラブと大フィジカルの設定があるので90秒ごとに5個クラブとしていきますの。なんか暇ね。いかにして夜マジカルにできることをしていくかも重要ですの。
溜まっている深夜アニメの録画を見たり、フォーラムの情報をチェックしたりして過ごしますの。APR の方の過ごし方の話だったの？朝になったわね。あとちょっとだし、アイロンリインフォースクラブを作れば、ウィボンスミス上がるんじゃないかしら。よし、さらにポイントを使ってウィボンスミスを上げるわよ。おねれさま、たな。タルメルで上げれるスキルにポイントを振るなんて。この方が序盤が戦いやすくなるからいいよ。脱出用の通路が破壊されてるわね。窓から出て屋根伝いに行こうかな。追っては来てないよね。今日は雪原に行って雪を確保しようかな。さあ、雪原に着いたわよ。まずは雪を掘るのに邪魔なゾンビを片付けないとね。ようやく雪が掘れるわね。水ししけりによって水場がせりせりされませるので、セスゲルで水を確保するのは重要ですの。さあ、水も確保できたし拠点に帰るんかな。生き返ったわ。次は粘土でも掘って工事でアイロンマックスを作るんかな。よし、鉄と粘土を工事で溶かすぞ。あ、工事がない。夜中にゾルリにこぼされましたわね。再び工事を求めて旅に出るか。お、あの建物は工事ありそうね。誰かいませんか？いるんでしょう。すっきりした。おお、工事来てるじゃない。それじゃあ拠点に帰りますが、次はレンジが欲しいわね。さて、今夜は何しようかしら。屋上でも壊して鉄を入手しようかな。ブロック耐久時を下げるの設定によって、ゾルリのハマリゲスリブロックの耐久時が下がっているので壊しやすくなってますの。今日は追っ手がいるみたいね。
やっと倒せた。恐ろしい判定だった。感染しちゃった。どうやって直そうかしら。初期カルセルの時はトレーダーでシークレットスダッシュのところに走りすぎゃヒーバルアンチバイオティクスが出やすくなっているので、雨が購入すると良いですの。売っていない場合はシークレットスダッシュのレベルを上げると売っている確率が上がるので、レベルを上げてみると良いですの。Put away your weapon unless you'd like to die in あ my とはセスゲ store. ルの切り替えが多くなっているので、そこでハチミツを探すのが良いですの。やった蜂蜜発見。感染が治った。マルガイシカルセルが第2ダルカリに進んでしまってもコルニャで薬屋が出やすくなっているので、それを探しに行ったり、モスゾルリのアンチバイオティクスを持っていることが多いので、シレルルシと合わせて焦らずアンチバイオティクスを入手するのが良いですの。クマがいる。生肉欲しいからハチではめて倒すが。さあこっちへおいで。ハチ乗り込みできた。逆にやられるのはよくあることですの。シゴルジ抜ける拳は15下がるように設定されてますの。それすらんわね。クマいなくなってる。代わりに狼出てきた。ブルーベリーパイのレシピだ。卵が使えるから嬉しいのよね。健康値を上げたいからザ・サバイバーでも取ろうかな。急に出てきた。どうせまたそこにいるんでしょ。ほらいだ。二度も同じ点引っかかるわけないでしょ。今夜はここでガンセーフでも開けながら過ごすが。まだいるよ。夜が明けたら相手することになるわね。ハンディングライフル入ってるじゃない。苦労した甲斐があったわ。
64ポイントはきついけど健康値低すぎるからサマイバーレベル4にしておくか。見る気のあるスキルは主読に必要なポイントがずれてますの。今日は通りしで新しい建物を漁るわよ。あの建物に向かおう。なんかゾンビ集まってきちゃったわね。支援物資の音がする。あそこだ。つなぎがあるので修理が必要ですの。なんかマシンが飛びすぎてしまったわ。多分みんなかもしですの。マシンの中でも敵が弱くあさりすぎるんですの。ここら辺に落ちたと思うんだけどな。もういいや、あのでかい建物に向かおう。スナンバーライフルのレシピ手に入れた。これはあると嬉しいよね。黒いハンマー手に入れた。ピンツールがいっぱい入ってるな。やっとレンジ手に入れた。15個分のセッティングによって当時でワークベルシがメルシで回収できるようになっているのでメルシは大切ですの。さあ支援物資回収でされなかった建物行くか。この建物はモードの新力拠点で使いそうね。さてそろそろ拠点に戻るんかな。まずはレンジでワークベンチを回収しよう。次はトレーダーハウスの金庫を開けるわよ。ゾンビに襲われないように周囲に仮面張らないと。なんかいる。どこ？いた。また来た。早くゾンビの視線が通らないようにしないと。
これでゆっくり金庫が開けれるわね。やっと全部 You're 開 not い bringing たわ。早速トレーラー counterfeit に money 売り in すぎ here, なきゃ。 are you? さあ朝になったし工事を回収してこなんと。工事開始。工事設置。点火。さあベスト粘土を集めてこなくちゃ。ひたすら鉱石を砕くわよ。マリクラっぽくなってきましたの。どんどん砕くわよ。まだまだ行くわよ。粘土のほっちゃんわよ。スコップ壊れたから粘土はもういいわね。集めた資産をどかしで、と。また鉱石を砕く作業に戻る。砕く。そしてまたどかす。はあ、疲れたわ。まだまだここからですの。ついにビッケル壊れた。また探索でもするか。なんだろうこの人、襲ってこない。たまにありますの。この部屋いつもメダモが走ってくるわね。あれ、なんか寝てる人がいる。おそらくどこかに潜んでいたんですの。そしてまだ座ってる。自爆するとダリダリ生き返りますの。今夜はこの眼セーフ開けよん。
けだわ。今日から7日目のボードの準備に入るわよ。Oh, let me guess. You need to buy something. コーンミールが売ってるわ。これでブルーベリーパンが作れるわね。シークレットスダッシュを取っていい品物が入荷するのに期待しよう。How about I ホースバイククラブのレシピが売ってる。早速効果があったわね。ブルーベリーパンでどんどん健康値が上がっていく。ボードまで200に戻したいですわね。ワークベンチ設置。さあ、あとはひたすら木を切るわよ。切る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 。まあ、切るですの。切る。さあ、そろそろ帰るん。バーニングバレルをたくさん作っておこん。サリムスだと耐久力がないので、ボードの赤身に最適ですの。今日は夜の外で木を切るわよ。夜はゾルリがするので気をつけてくださいな。何かいる？また来た。いた。これはやばい。一旦戻って回復するわよ。生き返った。さっきの奴らどこ？わ、びっくりした。急に出てこないでよ。まだなんかいるわね。いた。またあんだか。やっと片付いたわ。
戻って出発の準備をしよう。荷物も持ったし出発だ。犬がいるじゃない。いた、感染した。このまま走って拠点まで逃げ込もう。危なかった。さあ、気を取り直して付近を制圧するわよ。あ、動物ゴアがある。動物ゴアでスクリーマーが来ると面倒だから早く殺したいわね。犬がぴょんぴょんして当てづらい。やっと建築に飛びかかれる。どういう建築にするんですの？やっぱり安定の高床式かな。支援物資の音がする。どこ？あれだ。今回は取れそう。支援物資発見。でも犬が追いかけてきた。犬が湧いたみたいね。支援物資どこ押しだっけ？やった！ナイトビジョンゴーグル手に入れた。これでモードの夜が戦いやすくなるわね。このテントの近くだった気がするんだけど。もうスナイパーライフル手に入れた。これは済んでるわね。さあ帰って建築を再開するわよ。屋根をつけておくのが大切ね。励まし対策ですわね。
そろそろね。急がなくちゃ。念のためもう一つ戦える場所を作っておくわよ。ついに始まったわね。最初の方ではスゾルリを出現させるために倒さなくてはならないゾルリが少ないので、しばらく待ってから戦い始めるのが良いですの。そろそろ始めるわよ。いただ。まずはトリドルグで攻撃してくるゾルリを倒すと良いですの。よし、これでもくらい。黒い弾幕だわ。危なかった。見忘れ飛ぶか。いただ。炎でかえって見づらくなったわ。だいぶ倒しだわね。あ、ついにボスゾンビ出てきた。あとは朝になるまで待つか。ボスゾルリも長時間放置するとシールドにするので修理が必要ですの。朝になる前に玄関倒しとくか。まずは玄関からしますしでいくわよ。
次は犬とか走るやつね。さあ、そろそろ檻で戦うわよ。スゾルリがデスボールしないように注意してくださいな。あー、動物の上があるな。スクリーマー来ると困るから壊しておこう。ボスゾンビよ、登っておいで。ダメだ、届かない。なんとか壊せた。ボスゾンビに気を取られて後ろから襲われないように注意しないと。さあ、どんどん攻撃していくわよ。明るくなってきたわ。さあ、コーヒー飲んでスパイククラブでボコボコに。あ、倒れた。私のコーヒーの飲みっぷりについに観念したわね。ろうそく発見。ろうそくに触れたわよ。これで今回のモードはクリアね。さすがお姉様。さて、セルルデリズ2大モッドレディターをプレイしてみていかがでしたか？まあまあハードだったけど楽しかったわ。お姉様、すべてを飲み切ったお相撲のようですが、まだ初回のモードが終わっただけですの。でもまあこのくらいならなんとかなるでしょう。日付が進むほど、モードでもスゾルリを出すために倒さなければならないゾルリの数も増えますし、敵も強くなっていきますの。そしてゲームステージ夜100、だいたい28日目くらいのモードから本番になってきますの。マリカリモードを飲み切るのが辛くなり、ある程度ケルコブシのペナルティを受ける中で、野生動物がゾルリして生肉が飛びづらくなるなどサバイバルも過酷になっていきますの。お姉様もその状況を飲み切る覚悟がございますの？確かに、一人きりなら、いろいろきつかったかもね。でも、今の私は知らん。みんなで、一緒に戦ってるんだから